真っ白な時は風にさらわれて。もしかして。あ、回ってた。回ってたよ。どうも冬になるとカメラが回ってるか回ってないか分かんなくなるんですよね。皆さんこんにちは、時丸です。回ってました。すいません。ちょっと朝のルーティン見られてしまいましたね。今日もネスカフェ飲んでいます。冬になるとね、ネスカフェがうまいね。やっぱこう、あったかくて、こう、湯気がボワンボワンボワンってしてて、なんか見えるのが、うまさをこう、上げてくるっていうか、助長するっていうか、まあそんな感じのルーティンしてるわけですけどね。ネスカフェ雑談です今日。ミニマリストって役に立ってないって社会の。で、ミニマリストは自分のことしか考えてないって。そんなコメントが来ました。うん。なんか僕ね、なんだっけ、すべて捨てましたっていう動画が、まあ、結構再生されてて、で、やっぱこう再生されると、多くの人の目に留まるじゃないですか。で、それでこう変なコメント来る可能性上がるんですよね。だからもうコメント欄閉じようかと思ってるんですけど、なんか結構めんどくさいんですよ。ミニマリストって自分のことしか考えていないですよね。もっと社会貢献とか考えたらどうですか？他人のこととか、他人が頑張ってることによって自分が生きてることを考えないんですかみたいなコメント来たんですけど、なんかね、ちょっとね、狭いなと思って視野が。まず、そのミニマリストっていう一括りにするのがかなり失礼ですよね、なんかね。で、僕はそのミニマリストじゃないんで、エクストリームミニマリストなんで、エクストリームネスカフェリストって感じでもあるんですけど、だからなんかそれでこう一括りにね、ミニマリストって社会の役に立ってないとか、自分のことしか考えてないっていうのは、その一括りにするのはね、ちょっとね、乱暴すぎると思いますね。で、ちょっとまあ思考の停止というか、結構、なんか、こう狭いのかなって感じがしますよね。で、まあ、ミニマリスト、時丸田中が社会の役に立ってないことは間違いない。間違いないよ、これは。でもね、なんていうか、人の社会への貢献っていうのは、それぞれあるわけで、誰もが政治家になれるわけじゃないじゃないですか。だからまあ、直接的な社会貢献っていうと、やっぱ政治を動かす。まあ、政治家になって、社会を変えていくっていうのが一番の社会貢献だったりすると思うんですけど、そうじゃなくて、社会っていうのは、それぞれの小さな構成員によって成り立っていると。で、生きてるだけで社会に貢献してるんですよ。で、みんな税金を納めてるじゃないですか。だから貢献してるんですよね。で、もちろんね、そのボランティアをしていたりとか、いろんなその福祉施設とかね、そういうところで、頑張って働いていたりとか、やっぱ目に見える貢献っていうのをやっている人たちはすごいと思うし、で、そのエッセンシャルワーカーっていうのかな、その人たちがいないと、その社会が回らないとか動かないような職業ってたくさんありますよね。で、そういう職業は僕も素晴らしいと思っていて、で、リスペクトしています。でも、自分はそうじゃないと。で、そうじゃないけど、自分なりのやっぱの貢献の仕方というか、役に立とうというか、構成員であろうっていう気持ちはやっぱありますよ。で、とにかく、一人で自分のことしか考えてないかもしれないですけど、とにかく稼ぐっていうことは、一つ社会貢献になるんですよ。で、これ例えば、もう個人で、結構莫大に稼げばね、結局税金を納めなければなりません。で、その税金を納めると、それが結局社会に使われるわけですよね。で、どういう人だって、会社員だって税金を納めてるし、法人だって法人税っていうものを納めてるし、すべてね、その稼いだ収益っていうのは、結局その国のために、国に持っていかれてるんですよね。しかもかなりの額が持っていかれている。だからそれを考えると、結構それはね、自分の一つの貢献だと思っています。で、コメント書いてくださった方がどういう人かわかんないんでね、なんとも言えないですけど、多分、書いてくださったより自分の方が、納税してんじゃないかなっていうぐらい、莫大に納税してますよ。例えばですけど、100万稼ぐとするじゃないですか。そしたらもう大体30から35万ぐらい、3分の1ぐらいはもう税金で持ってかれますからね。特にこの日本という国は累進課税なので、稼げば稼ぐほど税金を持っていかれる仕組みになっています。なので、100万稼いだとしても30万税金で持っていかれて、で、20万生活費で持っていかれて、そしたら50しか残んないですよね。で、残り20万はネスカフェで持ってかれるんで、今度30万しか残らないんですよ。100万稼いでもネスカフェで20万持ってかれて30万しか残らない。そうなるとさ、結構厳しいでしょ。で、それで、だから、また今度それをこう事業投資で、自分はね、発信とかやってるんでカメラ買ったりとか、ね、いろんな、この間も MacBook 買ったりとか、PC 買ったりとか、
やっぱりいろんな機材は必要になりますよ。ミニマリストだけどもガジェット好きっていうところとか、道具好きっていうところちょっとあったりするんで、あともう新しいもの好きね、っていうのあったりするんで、やっぱいろんなもの試したりとか、あとハイキングとか、自分がその一人で孤独を感じて、旅に出たりとか、そういうこう山の中で何か考え事をしたりとか、インスピレーションを得るために山に入るとか、そのハイキングするだけでも結構山道具とかってお金かかりますから、で、それに加えてこうキャンプとかになるとね、余計にそのシュラフとかテントとか、結構ね、お金かかるんですよ。生きてるだけでかかるし。で、どんどんインフレでやっぱり上がってきてるでしょう。インフレがすごいですからね。一時期よりもちょっとネスカフェの価格はちょっと落ち着いてるんだけども、一時期もう800円とか900円とかの時ありましたね。今でもたまにこう上がる時あるけど、ネスカフェで、だから僕は大体その世界の状況っていうのをネスカフェで判断してるってところはある。ネスカフェの価格の値動きを S&P とか、全世界株式のインデックスなんかよりも注視してます。ネスカフェの値動きを見ているって感じですね。ネスカフェの値動きを見ること。これが、私がやってることをですね、エクストリームミニマリストがやってることです。そういうわけで、ちょっと愚痴っぽくなってますけど、その社会に対する貢献の仕方っていうのは本当に人それぞれあって、で、そういうふうにみんなが貢献しているっていうこと。で、僕はそういうふうに、納税することによって貢献してると思うし、あとはこの YouTube もそうなんですけど、たまにね、YouTube とかで、ためになったっていうコメントいただいたりとか、あと自分で本書いたりとか、音楽作ったりとか、メンバーシップやったりとか、僕はその少ないものでクリエイティブ、何かを作るってことをやってます、基本的には。クリエイターとして活動しています。なので、自分が作ったものを見て、で、それによって誰かが変わるっていうことが結構身近に感じられているんですよ。で、それは、マンツーマンでね、実際のお話しさせていただくこともあるし、で、今、メンバーシップ、コアっていうものをやっていて、もう100人以上メンバーがいます。で、自分のニュースレターとかね、いつも概要欄に貼っているニュースレターですね、これももう1000人以上購読してくれていて、で、結構ね、それで自分が変わりましたっていうお便りをいただくこと結構多いです。で、時丸さんの発信とかを見て、ポッドキャストを始めましたとか、YouTube 始めましたとか、ノート書き始めましたとか、で、自分を行動できましたとか、作ることを続けていますとか、で、ようやくマネタイズできるようになりましたとか、そういうね、コメントとか話結構いただくんですよね。だから、それは自分にとっての一つの貢献だと思ってるんですよ。で、しかも、その、わけわかんなくね、会社の歯車になって、どこに誰の役に立ってるかわかんない、変なクリエイティブとかをやるよりも、自分が作ったもので誰かの役に立つっていうことは、それは一つのかなりのね、実感できるっていうか、感触群のある貢献だと思うんですよね。だから僕は僕なりに自分ができることを、社会不適合者だから、そういう組織とかでやれないから、個人でそういうふうに何かしらね、誰かの役に立ちたいって、どうにかして社会に貢献したいっていう感じで活動を続けているわけです。だから、それぞれあっていいと思うんですよね。誰もが政治家になれるわけじゃないじゃないですか。で、誰もがそんなね、莫大にね、逆に稼ぎまくって、スティーブ・ジョブズとか、マイクロソフトみたいに、名前出してあれですけど、ゲイツさんみたいにね、財団作って、で、福祉施設作ってとか、そういうことをできるわけじゃないじゃないですか。それができればいいと思いますよ。だから稼ぎ切った暁にはそこに行くのかもしれないですけど、その過程として、ステップとして、自分自身は、そういう身の回りのね、自分の身の回りの10人、20人、100人、で、もっと1000人みたいな感じで、その少しでいいと思っていて、その少しの人だけでも、勇気づけられたりとか、くすって笑ってもらえたりとか、そういうことができればいいなと思っていて、それが一つの自分の貢献になっていると思っています。だから、ミニマリストっていうのは確かに何もしていない。で、何もしたくない。私は。しないですよ。だからこうやって毎日喋り続けているわけです。で、ネスカフェを飲み続けているわけです。でも、それをね、一括りにして、全てミニマリストっていうのは社会の役に立っていないんだとか、そういうのってちょっとね、心ね、狭すぎるじゃないですか。もうちょっと他の人が貢献してるの見たらいいじゃないですかとかね。もちろんゴミ拾いとか、僕もたまにやりますよ。道歩いてて、ちょっと落ちてるもの拾ったりとかしますよ。で、それ持って帰って、それを写真に撮ったりとかね、して、作品にしたりとかね。してますよ。で、昔っていうか、子供の頃とか結構賞味期限がまだ大丈夫そうなパンとか、菓子パンとか、ファミマのパンとかが、落ちてるのを拾って、
食べたこともありますよ。それはもう小学校の頃とかは。だからそれくらいのそのストリート育ちっていうか、だったんで、なんかね、ストリートと近いところが結構あるんですよ。道路に近いっていうのかな。だからそういう意味では、なんかこう、会社の役員とかやってて、なんか、適当にね、仕事して、なんかお金もらって、なんかスーツ着てね、毎日同じ場所に行ってやってる人よりかはストリートに近いので、僕はよりその社会に近いところに自分はいるなって思うんですよね。まあホームレスじゃないですけど、なんか何もない中で、その山の中で過ごすみたいなものとか、寝泊まりするとかっていうのは、やっぱりその最低限のもので生きていく、その自分自身が最低限であるっていう生活とか状況を知っているってことになるので、まあこの間の話したセネカの実験じゃないですけど、自分からね、その自発的貧困をやっていくことによって、その本当のその人間的豊かさだったりとか、自分の本当の楽しみだったりとかが出てくるっていうのは、やっぱあるんですよね。だからそこをやっている人たちってことなんですよ。まあ、ざっくり言えばミニマリストっていうのは。まあ、誰もがそうかもしれない。誰もがそうじゃないかもしれないけど、ミニマリストっていうのはすごく自発的貧困を、体現しながら、だからやっぱりそういう、いかにね、生きていくのが難しいかとか、そういうのを逆にその自覚している人たちが多分多いと思うので、だから少ないもので暮らすことによって自分がどういうふうにその社会に役に立てるのかみたいなことは、なんかぼんやりと考えてる人多いと思うんですよね。全く何も考えてない人もいるだろうし、まあ僕みたいにネスカフェずっと飲み続けてる人もいるのかもしれないけど、で、あとはラルクアンシエルたまに歌ってね、ラルクアンシエル歌うことも一つの社会貢献ですからね。やっぱりね、真っ白な時にやっぱり冬になるとウィンターソングっていうのを歌いたくなるじゃないですか。で、夏になるとやっぱり西川貴教さんとか歌いたくなりますけど、やっぱ冬になるとやっぱウィンターソングで、やっぱりラルクアンシエル来たりとか、あとは、レミオロメンとかね、やっぱ世代、ちょっとバレちゃいますけども、粉雪ってレミオロメンだよね。アジカンでもフジファブリックでもないよね。もうその辺が自分の中でもごちゃっとなっていて、もう結局ね、ぐるぐるとなって、全部ネスカフェの中に溶けていくわけです。というわけで、何の話をしているか全くわからなくなりましたが、そういうことですね。だからミニマリストは役に立っていない。でも、何かしらの貢献の仕方とかで役に立っている人もいるってこと。だからもうなんかそういうことに対してぐちぐち言わない。で、だから僕のその話を聞いてイラッとしてそれでコメントを書く暇があるんだったら、自分がやりたいこと、自分がやることをちゃんとしっかりやって、もっと社会に貢献すること。その方がいいと思います。その書いてる時間っていうのが無駄じゃないですか。そこで書いたりする時間が無駄なんでね。そんなわけで自分は少ないもので作りながらクリエイティブで誰かの役に立ちたいと思ってます。で、ニュースレター書いてます。概要欄よりぜひ登録してみてください。毎週ね、結構ふざけてますけど、ふざけた言葉を書いてますけど、いつも最後までご視聴いただき、そしてネスカフェのドリンキングに付き合っていただきありがとうございます。それではまた次回のネスカフェでお会いしましょう。チャウチャウ。